は思ったのはね、この転職するために上がってるっつっても、それはスキルがいるんじゃないですか。そうですね。B は SE 的な仕事をしてるんですよね。ただ SE 的な仕事をしてるだけだとやっぱりみんないっぱいいるからそんなにお金にならないんですけど、 B は D だからちょっと英語ができるんですね。なるほど。英語と SE とか掛け合わせだ。掛け合わせね。ライスの場合だと、営業と経理とかなんかそういう掛け合わせなんかもう一個ないかってことね。の方がやっぱり情報がじゃあ営業と何を掛け合わせたいんでしょうね。自分で考えろ。それを考えたくないからこういうことをしてるわけであって、営業と何がいいかな。営業とアイデア出し、企画営業とでしょ。そうだいや営業となんか大喜利とかじゃないか営業と大喜利じゃないかなんかパソコン的なスキル。面白いこと言うん営だよ。業とかけまして千代の富士と解きます。その心はウルフ・オブ・ウォール・ストリート。なるほど、刀剣マンってこそうだよね。どちらも推しが強い。と。なるほど。はいちょっとぶっこんでみただけです。じゃあ僕の話をしますと、SE の仕事はみんな大体同じです。外人とコミュニケーションを直接取ってほしいけどできないとかになると、そう分かりやすくこういう人材が欲しいから何個出しますみたいな、っていうのが出てくる。分かりやすいよね、英語と SE。確かその分かりづらいのしかできない人からすると、自分が興味があったりだとか比較的勉強しやすいみたいな。ただ分かんないけど、私はこのグラフ見てもらっても分かるけど、そこそこもらってるじゃないですか。そうだね。いやもうサチるんですよ。サチるってキャンチアウトのサチルって何ということ？サーチするってこと？違う指紋出っちゃう。幸せってこと？サーチって違うサチル違う幸サチせである。るって言葉があるの。サチルってどういう意味なのか分かんない。だから指紋出っちゃうっていうこと。こう上がってってもこう平均先細りってこと？そう先細り。ググっていやすごいですね。なんでもうこの辺までいくとさっきのグラフの通りパーセンテージがどんどん下がっていくわけじゃないですか。高くなるとなるほどね。どんどんさちっていくわけですよ。なんである程度の幅が決まってるわけですよ。だからまずさ、興味がある分野でやるっていう方がいいのかな。営業はやってる。でも他にスキルがない人からすると、他業種に転職をしようってなった時にそもそもスキルがないわけじゃないですか。となると、まあ興味があった方が勉強はするじゃないですか。そうだね。モチベーションが違う。という風に選ぶしかないんじゃないですか。いやだから私の場合だとその SE と英語みたいなのそうがあだよね。るからそれはスキルとしてあるからね。でも他のさスキルもあるわけじゃない。他でない。例えば、ライスは管理職なわけじゃない。そうなると30人とか20人のマネジメントしてましたって言ったら、それはね他にいないわけですよ。なるほど、確かに。その30人の上に立ってるわけだ。そうその時点で結構少ないもんね。で一番重要なのは、雇うまでは、その人のこと分かんないから、別に自分でネガティブなこと言う必要ないんで。なるほどね。例えばいや私は30人のマネジメントしてましたよ、一瞬でもしてましたよっていう。それでそれが得意なんですよと言ったら、あそうなんでしょと、そうなんだねって。そうなんだね、やっとっちゃおうかなってなっちゃう。実際に一瞬部長をやったことあるけど、調べられるもんなのそれって。よほどの回数じゃないとしない。じゃあ一旦もん勝ちってこと？いたもん勝ち。でも入った後に嘘だって分かると、懲戒になったりとかする。でも事実は事実じゃない。まあまあ。で何が重要かっていうと、こういう条件でこういう人とかっていうのを選別をするわけですよ。何人以上のマネジメントした人とか、どういう経験がある人とか、で年収が何本欲しいとかっていうのでスクリーニングっていうのをするんで、そこに引っかかってもらえる。そもそも基本的に求人の募集自分でしに行くんじゃなくて、
スカウトとか待つ感じが多いと思うんですよ、別レにしても、別ででそこはずるいポンポンパンサーとピンチャーポンえ